お久しぶりです。私は古いベンツを愛する素人ユーザーです。最近の自動車に魅力が薄いせいか、古い車、いわゆる旧車は人気があるようです。私が長く乗っている 190E も30年前の車になり、そこそこの旧車になってきました。四半世紀前でも革命ベンツは、車としての良さは高く評価されていました。190E は1993年に後継モデルとして C クラスになりましたが、当時初代 C クラスはコストダウンし品質が低下したと、自動車評論家からはバッシングされました。そしてそれは W124 でも同じで、後継モデルは酷評にさらされました。そのため W201、W124、W126 は最後の最善化無のコストのかかった高品質ベンツとして評価が高まりました。しかし、それにもかかわらず、当時は古いベンツは、大した金銭的価値がついていませんでした。私が 190E を購入した頃は、50万円ほどの相場価格で売られていました。それはバブル好景気時代に大量に販売されて、中古車市場にたくさんの数が供給されていたこともあるでしょう。その他の理由として、この世代のベンツには負の側面も大きいことを、当時の人間はよく知っていたのだと思います。負の側面とは故障の多さと定期交換部品の多さです。そのためコストダウン前の素晴らしい車と褒められつつも、メンテナンスコストが高くつくために避けられていたように思います。これはあれから四半世紀経った現在のベンツにも当てはまっていることですけどね。そして時は経ち、旧車ブームの波に乗り、古いベンツたちにも春が訪れます。雑誌やネット記事で80年代のベンツの良さが取り上げられ、若い車好きな人にも知られるようになっています。当然欲しいと思う人が増えてきています。古いベンツ専門店や工場がたくさんあり、彼らの非常にうまい宣伝広告の甲斐があったのかなと思います。お客さんが増えて専門店や工場の経営が安定するのはとても良いことだと思います。旧車が大好きな私には、これは嬉しいことです。しかし、どうもおかしな状況になっている違和感も感じるのです。私は30年以上前からホームページで自分の車の修理記録を公開しています。YouTube でも5年前から修理関係の動画を出しています。そのため、これまでたくさんのオーナーから相談を受けてきました。その相談内容から感じることがあるのです。私は過大な広告やイメージ戦略により、新しい購買層に大きな幻想が生まれてしまっている気がします。旧車でも修理代を出せば治ると思われている感じがします。確かに凄まじい費用を支払えば何でも修理可能なのかもしれません。そうではなくて、一般的な感覚の修理費用で考えた場合の話です。80年代のベンツを整備している工場は雑誌やネットでいくつも出てきます。また、販売店でもアフターサービスに力を入れている専門店もいくつもありますね。ですが、車という複雑な機械においては、特にエンジンのアイドリング安定は、非常に専門的な知識や技術が必要です。メルセデス・ベンツでも詳細な整備マニュアルがあり、これを完全に理解して、手順に沿って診断していけば、必ず修理できるようになっています。しかし、その整備マニュアルで使用する測定器具が、ディーラーにすら全ては残っていないので、診断手順が不完全になる場合があります。また、整備マニュアルが英語でしか提供されていないようです。英語が苦手な整備士だと、正確に読み込めていない可能性があります。一番の問題は、一台一台じっくり整備マニュアルを熟読して、かなりの手順を踏む、診断手順を一つ一つ実施する。時間的余裕が日本の整備工場にはなかなかないように思います。体と頭に診断手順が叩き込まれた経験豊富な職人であれば、マニュアルなしでも直せてしまうので、その職人に頼って修理できてきた工場でも、高齢化でその職人が退職するとお手上げになってしまうかもしれません。さらに、純正部品のメーカー供給がなくなり、修理できないことも急増しています。特に内装、外装部品では部品がありません。いろいろと私が思う理屈を言いましたが、具体的には、専門店で修理し、あちこち部品を交換して、すごくお金はかかったのに、時々エンストするというケースをたびたび相談されます。結局は古い車だから仕方がない。
これ以上は原因がわからない。と言われてオーナーは困ってしまうのです。ですから先に述べたような事情もあることを理解した上で、購入するかをよく考えた方がいいと思うのです。本当にきちんと修理できる整備工場は、既存顧客のメンテナンスで手がいっぱいというところが多いと思います。そのため広告をする必要はなく、むしろ既存顧客にも、やたらに紹介しないでほしいというくらいだと思います。そういう私も今まで何とか直して乗ってきましたが、いつ修理できないトラブルが起きるか不安を抱えながら、旧車ベンツと付き合っています。現代では大概のことはお金で解決すると勘違いされがちですが、実はお金だけではどうにもならないことの方が多く、旧車においても後者だと思います。私のチャンネルでは古いベンツやダイハツエッセの DIY 修理情報をアップしています。修理の参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。